君たちは韓国のコンジアム精神病院という名前を聞いたことがあるだろうか。心霊スポットとして世界的にも有名になり、韓国国内だけでなく海外からも多くの探検家や YouTuber たちが訪れていた場所だ。この病院は2012年にアメリカの CNN が選ぶ世界7大禁断の地の一つにも選ばれ、心霊スポットとしての名声をさらに高めた。長い間廃墟として放置されていたが、その歴史や噂話がとにかく興味深い。今日はその魅力に迫っていこう。コンジアム精神病院はソウルから車でおよそ1時間の距離にあるキョンギドに位置している。この施設は1992年にその名の通り精神病院として開院したが、1996年に閉鎖されてしまい、それ以来廃墟のまま放置されているんだ。そしてここには数多くの不気味な噂話や都市伝説が存在している。まず一つ目の噂は、病院内で不可解な事件や事故が相次ぎ、病院の院長が精神に異常をきたして最終的には自ら命を絶ったというものだ。この話は多くの体験談や怪談に引用されており、院長に何かが取り付いたとも噂されている。二つ目の噂は、この病院の敷地がかつて刑務所だったというもの。刑務所で処刑された者たちの霊が成仏できずにさまよい、それが精神病院での怪異の原因になっているという都市伝説が語られている。三つ目の噂は人体実験説だ。医師たちが患者を使って非人道的な実験を行っていたというもので、夜な夜な患者の叫び声が響き渡っていたとも言う。手術室に入ると背筋が凍るような寒気を感じたり、誰かに見られているような視線を感じるなど、多くの怪異が報告されている。そして忘れてはならないのが402号室の噂だ。映画コンジアムでは最も恐ろしい開かずの間として描かれたこの部屋は、実在する病院の構造をモデルにしているという。噂によると、この部屋に入った者は精神に異常をきたす、急激な寒気に襲われる、あるいは何かを見てしまうと言われている。とある噂では、扉の前に立った瞬間に突然カメラが故障し、暗闇の中からうめき声が聞こえたと証言している。また別の者は、何も映っていないはずの映像に部屋に立つ人影が記録されたと語った。映画の影響もあり、この部屋は現実と虚構の境目が曖昧になった象徴的な存在として語り継がれている。事実かどうかはともかく、402号室の前に立った者たちはみんな口を揃えて空気が変わるというのは何とも興味深い話だろう。また監督の実弟が撮影期間中に亡くなったという不思議な出来事が重なったこともあり、作品そのものにも呪いが宿っているのではないかという噂が生まれた。CNN がこの病院を世界7大心霊スポットに選出したこともその名に拍車をかけた。ちなみにこのリストには次のような場所が含まれている。チェルノブイリ。1986年の原発事故によって街全体が無人となり、荒廃した遊園地や病院などが残されたままになっている。事故の悲劇がそのまま時の止まった恐怖として存在している。セドレツ納骨堂。4万人以上の人骨で装飾された教会。天井に吊るされた頭蓋骨のシャンデリアなど、その異様な美しさが逆に不気味さを引き立てている。人形島。少女の霊を慰めるために集められた無数の人形が木々に吊るされ、劣化したその姿が強烈な恐怖を与える場所。軍艦島。かつて炭鉱で栄えた島が無人となり、コンクリートの建物群が朽ちていく姿が幽霊都市のような印象を与える。青木ヶ原樹海。命を絶つ名所としても知られ、音を吸収する森林の静けさが精神に圧迫を与えるとも言われている。ブードゥー市場。実際にブードゥー教の呪術用品が並ぶ市場で、動物の骨や人形、呪具が堂々と売られている。その宗教的、文化的背景から来る神秘と恐怖が混在する空間だ。どの場所も単に怖いというだけでなく、そこに込められた歴史や生命、信仰、悲劇が人々の想像力を刺激し、深い空気をまとっている。コンジアム精神病院もまた、その一つとして記憶されるにふさわしい場所だったと言える。
ここからはこの病院の真実について触れておこう。コンジアム精神病院、正式には南洋神経精神病院は合法的に運営されていた民間の精神科施設だった。1996年に院長が持病で亡くなり、相続人である息子たちはアメリカに移住。さらに病院がある地域が浄水保護区域に指定されたため、法的に義務付けられた下水処理施設の整備が困難になり、やむなく閉鎖された。しかし心霊スポットとしての知名度が高まる中で、不法侵入が相次ぎ、近隣住民に多大な迷惑がかかるようになった。夜中に訪れる若者たち、ネット配信者、YouTuber たちの騒音や違法行為が深刻化。警察が1時間おきに巡回するようになり、敷地への無断侵入が発覚すると、最大5000万ウォンの罰金が課せられる事態にまで発展した。最終的には2018年5月に病院の建物は完全に解体された。現在は大手物流会社のセンターが跡地に建てられ、かつての病院の面影は残っていない。アメリカ・コネチカット州にあるウォーレンオカルト博物館。世界で最も危険な呪物が集められた封印の保管庫と呼ばれるその場所で、一つの人形が静かに安置されている。その人形は世界一呪われた人形アナベル。博物館の一室にある封印されたガラスケースは、今もこの人形を見に来た者に異変をもたらしているという。今回はその背景や詳細について一緒に探っていこう。まずアナベルの歴史を紐解いていこう。この人形が最初に注目されたのは1970年代初頭、アメリカのコネチカット州に住む2人の女性、ドナとアンジーが持っていたラガディアンという布製の人形がその始まりだ。ラガディアンといえば見た目は愛らしくて柔らかい、とても呪われているようには見えないだろう。この人形はドナの母親が彼女の誕生日にプレゼントしたものだった。しかしその人形が部屋の中で勝手に移動していることに気づいたとき、彼女たちの生活は一変する。最初は些細な変化だった。ソファーに座らせておいたはずの人形が次の日には椅子に移動していたり、腕の位置が変わったりしていた。君なら単なる気のせいだと思って無視するだろうか。だがこの小さな違和感は次第にエスカレートしていく。ある日、ドナは人形のそばに奇妙なメモを見つけるようになる。そのメモには助けてといった文字が書かれていたんだ。不思議なことに彼女たちはその紙を自分たちで用意した記憶がない。さらに不可解なことに、人形から血のような液体がにじみ出るという現象まで起こる。それは人形の胸元や手首から湧き出てくるようだった。この液体を調べたところ、人間の血液ではないことが判明しているが、その正体は不明のままだ。ここまで来るとさすがに普通の出来事じゃないと感じるだろう。事態を深刻に受け止めたドナとアンジーは友人のルーと相談し、ついに超常現象の専門家に助けを求めることになる。その専門家とは心霊研究家として知られるロレイン・ウォーレン夫妻だ。彼らは資料館シリーズの映画にも登場する実在の人物で、多くの超常現象を調査している。ウォーレン夫妻はアナベルを調査した結果、恐ろしい結論に達する。この人形には悪霊が宿っている可能性が高いというのだ。ただしその悪霊は単に人形を動かしているわけではない。この悪霊の目的は人形を通じて人間に接触し、最終的にはその魂を奪うことだと説明している。彼らはこの人形がいわゆるポルターガイスト現象の媒体となっているだけでなく、より深刻な悪魔的存在の侵入を助ける役割を果たしていると指摘している。ルーはドナたちの友人で、当初からこの人形に対して嫌な感じを抱いていた。ある夜、彼は恐ろしい体験をする。寝ている間に悪夢を見たのだ。その夢の中でアナベルが彼の胸に乗り動けなくしてくる。そして突然胸に激痛が走り、目を覚ますと彼の胸には深い傷跡が残されていた。この事件がアナベルの恐ろしさを決定的なものにしたと言えるだろう。さらに別の日、3人がアナベルを調査しようとした際、異様な物音を聞きつけた。ルーが音のする方へ向かうと、突然目に見えない力に押し倒され、背中に激しい痛みを感じた。後に確認すると、彼の背中に新たな傷跡が現れていたという。
この出来事により彼らは完全に人形の危険性を確信することになる。アナベルに関するもう一つの重要なルールが目を合わせてはいけないというものだ。このルールはアナベルが他者と視線を通じて悪影響を及ぼす可能性があると信じられているからだ。博物館の訪問者やスタッフの間でもアナベルの目を見ると頭痛や吐き気を感じたという報告が複数ある。あるスタッフはアナベルのケースを清掃している最中にうっかり目を合わせてしまい、その晩悪夢にうなされたと語っている。その夢ではアナベルが実際に動き出し、彼に悪夢を見せたという。アナベルがウォーレン夫妻の手に渡った後も不穏な事件は続く。博物館に訪れた若いカップルがその一例だ。男性がアナベルのガラスケースを指さしながら、本当に呪われているのか試してみようと冗談交じりに挑発した数時間後、彼らはバイク事故を起こした。彼女は軽傷で済んだが、男性は命を落とした。多くの人々がこれを偶然ではないと考えている。さらに毎月の祈祷を怠った際には博物館内で物が勝手に移動するなどの怪現象が報告された。これが偶然か否か、君はどう思う？もう一つの事例を紹介しよう。ある観光客が博物館を訪れた後、謎の体調不良を訴え、医師でも原因が特定できなかったケースがある。その観光客はアナベルの写真を撮影した際、写真を撮るなという声を聞いたと証言している。その後彼のカメラは故障し、撮影した写真も全て消えてしまったという。ウォーレン夫妻の博物館に安置されているアナベルは特別に設計されたガラスケースに収められている。このガラスケースには鍵がかかっており、定期的な聖職者による祝福が行われているが、現在周囲にどのような影響を及ぼしているかは不明である。君は一度でも建物が語りかけてくるような感覚を味わったことがあるだろうか。何もないはずの場所から聞こえる足音、突然開くドア、誰もいない廊下に漂う気配。この家は多くの人々が不思議な体験をする場所として知られている。カリフォルニア州サンノゼにあるウィンチェスターミステリーハウス。なぜこのような家が建てられたのか、その背後にある悲劇と謎を今から紐解いていこう。この家の始まりはサラ・ウィンチェスターという女性に遡る。彼女は有名なウィンチェスター銃を製造する会社の一族の一員で、夫のウィリアムと娘のアニーを相次いで失うという悲劇に見舞われた。特に娘のアニーは生まれてわずか数週間でこの世を去ってしまったんだ。彼女はその悲しみと罪悪感からスピリチュアルな世界に救いを求めた。ある霊媒師が彼女にこう告げたと言われている。あなたの家族を奪ったのはウィンチェスター銃で命を落とした者たちの怨霊だと。さらにその霊媒師は、家を建てなければ怨霊があなたを追い詰めるだろうとも言ったらしい。ここから彼女の奇妙な建築計画が始まったんだ。1886年、サラはサンノゼに移り住み、終わりのない建築工事を始めた。この家の特徴は明らかに不合理な構造だ。例えば階段が天井に突き当たるものや、外につながるドアが2階にあるなど、まるで迷路のような設計だ。この設計にはいくつかの説がある。一つは怨霊たちを混乱させるためだという説だ。霊が家の中で迷子になれば彼女に害を及ぼすことはできないという考えだろう。もう一つの説は、彼女が霊たちに自分の安全を買うためにこの家を霊たちの住処として提供していたというものだ。霊を鎮めるための礼拝堂のような部屋や、夜中に一人で祈りを捧げるためのセアンスルームもあると言われている。さらにサラは工事を止めることを極端に恐れていたとも言われている。もし工事が止まれば自分の命も尽きてしまうと信じていたからだ。ウィンチェスターミステリーハウスは多くの怪現象が報告されている場所でもある。これから君たちにそのいくつかの怪現象を紹介しよう。ブルールームと呼ばれる部屋は特に有名だ。この部屋はサラが霊媒と交信するために使っていたとされ、誰かが背後に立っている気がするという証言も多く、特に深夜には不気味な空気が漂うという。廊下にいた観光客がキッチンへ黒いドレス姿の女性が入っていくのが見えたので覗いてみると、サラらしき女性が歩いていたそうだ。その人影は奥へと歩いていったが、しばらく経っても戻ってこなかったという。さらに
工事中に亡くなった作業員たちの霊が現れるという話もある。ある警備員が夜間巡回中、廊下の奥に古い作業服を着た人影を目撃し追いかけたが、誰もいなかったという。またある時期には、センサーが反応しないはずの部屋で警報が鳴り続けたことがあり、原因は不明のままだったそうだ。これは何かの警告だったのだろうか。有名な怪談では、何もないのに急に背中を押されたように感じたという現象が報告されている。ある訪問者は足を踏み外しそうになり、誰かに押されたと感じたが、後ろには誰もいなかったという。どうだろう。君がこの家に入ったら、恐怖心よりも好奇心が勝るか、それとも足がすくんでしまうだろうか。この家には歴史の中で数多くの災難が降りかかっている。1906年のサンフランシスコ大地震では、この家も大きな被害を受けた。この巨大地震は家の構造に壊滅的な被害を与え、上層階の一部が完全に崩壊してしまった。この地震の際、サラも寝室に閉じ込められ、一晩中救助を待ったと言われている。前回の地震に引き続き、1989年にはロマプリータ地震にも見舞われたが、この家は完全に倒壊しなかった。理由としては、この建物が不動的な作りであったことが幸いしたのではないかと言われている。しかし、これらの事故に遭遇した彼女は、霊の怒りの兆候と捉え、ますます建築を進めていくんだ。この家を語る上で欠かせないのが数字の13だ。サラはこの数字に異常なまでのこだわりを見せた。例えば、シャンデリアのライト数が13個だったり、13色の色が使われた窓などがあるが、彼女自身が霊を遠ざけるための儀式的な意味を込めていたのだろう。この家の中には他にも独特な仕掛けがたくさんある。例えば、ドアを開けると現れる壁や床に設置された窓などの危険な構造。これらは音量を混乱させる目的で作られたのだろう。1922年にサラが亡くなると、この家の工事はようやく終わった。それ以来、ウィンチェスターミステリーハウスは観光名所となり、毎年多くの人々が訪れる。この家は人々の恐怖心や想像力をかきたてる生きたミステリーとしての存在感がある。サラの意図や信念を完全に理解することは難しいが、彼女が人生をかけて作り上げたこの家には、それだけの価値があると言えるだろう。死と恐怖、そして謎に包まれた島。それがイタリアのポベーリア島だ。過去の苦しみと呪いが今もなお、この島に染みついていると言われている。かつては病に倒れた者たちが、そして後には心を病んだ者たちが、この島に集められた。命を落とした者の数は知れず、その魂は今も島に留まり続けているという。今回はその知られざる真実に迫っていこう。ポベーリア島はベネツィアとリドの間に位置する小さな島だ。地図で見れば一見静かで美しい場所に見えるだろう。しかし近づいてみると、その風景にはどこか不気味な空気が漂っている。島の面積は約 7.25 ヘクタールと広くなく、現在は廃墟が点在しており、自然に飲み込まれた建物や静寂に包まれた荒れ果てた道が広がっている。訪れた人々の多くがその場に立つだけで異様な雰囲気を感じるという。歴史を紐解くと、この島はかつてベネチア共和国時代に要塞として使われ、その後はペスト患者の隔離施設、精神病院などとして利用されてきた。要するに、人間の苦しみや死がこの島に深く刻み込まれているんだ。ペストとは中世ヨーロッパを襲った黒死病のことだ。14世紀以降、何度もヨーロッパを襲ったこの病気は、ヨーロッパ全体で数千万人もの命を奪った。このパンデミックの中で、ベネツィア共和国は感染拡大を抑えるために、病人や感染の疑いがある人々をポベーリア島に送り込んだ。島に送られた人々はどんな気持ちだっただろうか。病気かもしれないという疑いだけで家族や友人から引き離される。そして連れて行かれた先は死の島。多くの人々がそこで命を落とした。島の土壌にはその頃の遺体が埋められていると言われており、この島の土には人骨が混じっているという噂も存在する。実際考古学者の調査によって1500人以上のペスト患者の骨が発掘されており、急いで埋葬された形跡も確認された。
これらの発見は当時の悲惨な状況を物語っている。さらに感染していないにもかかわらず隔離された人もいたという記録もある。彼らの絶望を考えると、ただ悲しいだけでなく恐ろしい。感染を防ぐための処置とはいえ、君はどう思うだろうか。だがこの島の恐怖はそれだけでは終わらなかった。次に待ち受けていたのはさらに闇の深い精神病院の時代だ。1922年にポベーリア島には精神病院が建てられ、1968年まで運営されていた。ただここでの医療行為は今の基準で考えると非人道的だったと言われている。当時は精神疾患に対する理解も治療法も発展途上で、患者は過酷な扱いを受けていた。特に有名なのが島に住む医師の話だ。地元で語り継がれる都市伝説によると、この医師は患者に非倫理的な治療や実験を繰り返していたと言われている。電気ショックや薬物療法、さらには頭蓋骨に穴を開ける手術など、今では考えられない方法が噂として広まっている。ただしこれらの話に関する確かな歴史的証拠はなく、あくまで伝説に過ぎない。さらに当時の精神病院での生活は壮絶だったと伝えられている。患者たちは小さな部屋に押し込められ、外の世界と隔絶された毎日を送っていた。興奮した者や暴れる者は拘束具で縛られ、薬漬けにされたり実験的な治療を受けたりしたという。夜には島中に患者の叫び声や泣き声が響き渡り、まるで島全体が巨大な監獄のようだったとも言われている。この精神病院は島の中央部に位置し、複数の建物から成り立っていた。主な施設には患者の病棟、診察室、治療室に加え教会や鐘楼も含まれており、特に鐘楼はかつての教会の一部を再利用したもので、島のランドマーク的存在となっている。現在これらの建物は老朽化が進み廃墟と化している。ポベーリア島を訪れた探検家や訪問者の中には、今でも数々の怪奇現象を体験したと語る者がいる。特に有名なのが廃墟の影から現れる人影や、誰もいないはずの病院の一室から聞こえてくる子供の笑い声の体験談だ。こうした噂は心霊番組や都市伝説を扱うメディアでも繰り返し取り上げられてきた。ある探検グループは夜、島で焚き火を囲んで休んでいたところ、背後の茂みから妙な物音を聞いたという。ライトを向けると人のようなシルエットが木陰に立っていたが、声をかけた瞬間に消えたと語っている。その直後、テント内にいた仲間が突然パニックを起こし、叫び声を上げて飛び出してきたというエピソードもある。他にも廃墟に置かれた古い人形が勝手に揺れる、誰もいない空間からささやき声が聞こえる、夜中に遠くから鐘の音が響くといった報告が後を絶たない。ただしこれらはあくまで個人の証言で、科学的な証拠や記録は存在せず、真相は謎のままだ。ポベーリア島は多くの人々がこの島に強い恐怖と魅力を感じ続けているからこそ、世界で最も呪われた島と呼ばれ続けているのかもしれない。ポベーリア島はイタリア政府によって一般の立ち入りが禁止されている。その理由は安全面の問題だ。建物は老朽化し、倒壊の危険がある上、地盤沈下の影響も指摘されている。島には一部の歴史研究者や考古学者、ドキュメンタリー番組の撮影チームなどが特別な許可を得て訪問するケースもあるが、基本的には完全に閉鎖された場所となっている。イタリア政府はポベーリア島の99年間のリース権をオークションにかけた。財政再建が目的だったが、地元住民や文化財保護団体の強い反対により、この計画は実現しなかった。反対派は島の悲劇的な歴史を尊重し、静かに保存すべきだと尊重する一方で、観光開発による活用を望む声もある。今も島を目にするだけで不吉な感覚を覚える住民は多く、ポベーリア島はその存在自体が人々に強い影響を与え続けている。この島の未来をどう考えるか、それは私たちが歴史とどう向き合うかの問いでもある。荒野の真ん中になぜか誰にも近づけない巨大な建物が佇んでいる。何もない荒野に突如現れる人工物、それがエリア51と呼ばれる場所だ。舗装されていない道を進むと、やがて監視カメラや警備員、そして立ち入り禁止を告げる警告標識が現れる。
地図には記載されていてもその内部は徹底的に秘匿され、誰も中身を語らない。この施設は1955年に誕生したアメリカ空軍の極秘開発拠点。当初は U2 偵察機の実験場として始まり、やがて SR-71 ブラックバード、F-117 ナイトホークといった時代を超えた航空機の数々がこの場所で生み出された。だがその裏側で語られるのは単なる航空技術の進歩ではない。目撃される謎の発光物体や基地を取り囲む異常な警備体制、そして政府による徹底した情報統制、それらが積み重なり、何かが隠されているという疑念を人々の心に植え付けてきた。なぜこれほどまでに厳重に秘密が守られているのか。そこにあるのは未来の技術か、地球外の存在か、それともただの陰謀論だろうか。語られない事実、見せられない真実。今回はそんな沈黙の奥に潜むエリア51の正体に迫っていこう。エリア51がただの軍事基地ではないと囁かれる理由、それは数多くの UFO 目撃証言にある。特に衝撃的だったのが1989年に元技術者ボブ・ラザーが語った告発だ。彼は S4 と呼ばれるエリアで墜落した宇宙船の逆解析をしていたと主張。重力を制御する装置や人間とは異なる生態構造を持つ座席など常識を超える技術が存在したという。この証言が世に出た瞬間からエリア51は地球外生命体の研究施設という新たな顔を持つようになった。エリア51周辺では謎の飛行物体が空中で静かに浮遊していたり、夜空を高速で移動する光が目撃されたりと、数々の不可解な現象が報告されている。これらが未公開の軍用機である可能性は否定できない。実際ステルス戦闘機や偵察機などの試験場であることは確かだ。だが1980年代後半から頻発した黒いトライアングル型 UFO の目撃は当時の航空技術では説明がつかない挙動を見せていた。また1970年代にはエリア51で働いていたとされる職員が突如消息を絶ったという噂も残っている。家族には今後連絡は取れないとだけ伝えられ、彼が従事していたプロジェクトの詳細は今も不明のままだ。さらに1994年には元従業員たちが政府を提訴。正体不明の化学物質や放射性廃棄物に暴露されたとして皮膚疾患や呼吸障害などの健康被害を訴えたが、政府は国家機密を理由に一切の証拠開示を拒否した。空をかける正体不明の飛行体、語られぬ病気、そして沈黙によってかき消された声。証拠はないが証言はある。君はどう思う？この一連の出来事は本当に偶然なのか、それともエリア51には隠された何かが存在しているのだろうか。エリア51に実際に関与したとされる人々の証言はあまりに非現実的だが、それゆえにただの作り話とは言い切れない。元パイロットや技術者の中には、基地に入る際は目隠しをされ、どこにいるかも知らされず、自分の業務以外は絶対に口にしてはならないと語る者もいた。中には CIA によってヨーロッパの墓標から偽名を割り当てられ、任務中は本名すら使わなかったという証言もある。また常識では考えられない飛行原理を持つ物体に関わったと語る元技術者も存在し、彼は全体的に何を作っていたのかわからなかったと言い残している。技術的な出所が不明な物体の存在は宇宙船の逆解析説を支持する声の裏付けとなっている。そして最も重いのが事故と隠蔽の証言だ。1967年 A12 の極秘テスト飛行中にパイロットが命を落とした事故は、当時任務や死因を一切伏せられたまま隠蔽され、後に公式記録として公表された。こういった件に共通しているのは、絶対に語ってはならない空気が支配していたという点だろう。機密だらけで自分が何をしていたかすらわからない。そんな不可解さが人々にエリア51そのものへの疑念を抱かせた。エリア51をめぐる最大の謎、それはその内側に踏み入れることが事実上不可能だという点にある。砂漠を抜け基地の外縁に近づくと、白いピックアップトラックが現れる。カモリュードと呼ばれる迷彩服の警備員たちは境界線を越えた瞬間、
容赦なく侵入者を拘束する。実際観光客が一歩誤って足を踏み入れただけで法的措置を受けたケースもある。2019年には SNS を発端にストームエリア51運動が拡散し、数千人が集結したが、境界線を越えられた者は一人もいなかった。このような厳重な封鎖が続く中、人々は次第にここでは何かが行われていると考えるようになった。例えば宇宙人との密約。地球外生命体が高度な技術を提供する見返りに人間を研究対象とすることを許された。そんな説がまことしやかに囁かれている。あるいは月面着陸の映像はここで撮影されたという陰謀論。実際 NASA との関係の深い軍施設であることからこの仮説を支持する声も根強い。タイムトラベルの実験、異次元へのアクセス、未来兵器の開発、そのいずれもが証明されてはいないが完全に否定されることもない。エリア51がここまで多くの憶測を生むのは知らされないことがあまりにも多すぎるからだ。そこにあるのは空白。そして人々の想像が作り出したもう一つの現実。この場所に本当にあるのは軍事技術なのか、それとも我々がまだ触れてはいけない何かなのか。その答えは誰にもわからないが、一つだけ確かなのは境界線の向こうでは今この瞬間も何かが動いているということだ。世界には未だに内情がほとんど知られていない閉ざされた国が存在する。その一つが中央アジアのトルクメニスタンだ。国際的な報道自由度は最低ランク。政府による情報統制と強い管理社会によって外部からはその実態がほとんど見えない。だがその内部には白い大理石の都市、奇抜な建築物、そして独特な法律が整然と並ぶまるで異世界のような光景が広がっている。今回はそんなトルクメニスタンの象徴ともいえる結婚宮殿やテレビ局の建物を通してこの謎めいた国の姿を探っていこう。まずアシガバートの街並みは一言で言えば非現実的だ。白い大理石と金色の装飾品がふんだんに使われていて、まるでおとぎ話の中にいるような感覚に陥る。首都にある多くの建物が白大理石で覆われているなんて想像できるだろうか。この白い街の静けさも異様だ。昼間街を歩いていても車も人もほとんどいない。見渡す限りの空っぽの建物に囲まれていると自分が夢の中に迷い込んだような錯覚を覚える。一見すると世界で最も美しい街と言いたくなるが、その中身は空虚な印象もある。アシガバートの街でまず目につくのは白い車が異様に多いということだ。これは偶然ではなく、2018年頃から黒や暗い色の車の登録が制限されていると複数の報道で伝えられている。公式な理由は明かされていないが、白は幸運の色とされ、都市景観との調和を意識していると考えられているようだ。法律で禁止されているわけではないが、黒い車が登録を断られたり、白く塗り替えるように求められることもあるという。BBC などの海外メディアもこの現象を報じており、白以外は避けるべきという認識が住民の間に定着しているようだ。都市全体がデザインされているかのような統一感には感心するが、車の色まで徹底するとは思わなかった。少し気になる話題にも触れておこう。トルクメニスタンは報道の自由や表現の制限が極めて厳しい国とされている。実際インターネットは大きく制限され、 SNS もアクセスできない状況が続いているんだ。また国営ホテルや公共施設での通信が監視されている可能性があるという報道もあり、特に外国人や記者には目が光っているようだ。ホテルに盗聴器があるといった話もあるが、それはあくまで噂の域を出ていない。ただし念のために VPN を使ったり、公の場での発言には注意するなど基本的な対策は取っておいて損はないだろう。この建物はアシガバートのシンボル的な建物の一つ、結婚式用の結婚宮殿だ。この建物は高さ67メートルの巨大な構造物で、上部には巨大な金と白のディスコボールのような球体がついている。空から見ても目立つように設計された建物なんだ。内部に入ると壮大なホールや装飾品が広がっている。この国の人にとって結婚は特に家族の一大イベントだから、
この建物が持つシンボリックな意味は計り知れないんだ。建物が奇抜すぎて本当にここで結婚式を挙げるのかと感じるほどだ。次に注目してほしいのがトルクメニスタンの国営テレビ局、トルクメニスタンテレビだ。この建物は中央に大きな八角形の金色の星をあしらった円形のデザインが特徴で、外観は非常に装飾的かつ象徴的な構造になっている。近くで見ると対称と幾何学的なラインが目を引き、まるで国家の理想や理念を建築で体現しているかのようだ。ガイドの説明によると、この建物は国の威厳や団結を象徴するものとして設計されたという。内部は厳重に管理されており、外国人の立ち入りが原則として禁止されているため、建物内で何が行われているのかは今も明らかにされておらず、謎に包まれている。次に紹介するのはトルクメンバシルヒモスク。このモスクはトルクメニスタンの初代大統領サパルムラトニヤゾフによって建設され、2004年に完成した。外壁には白い大理石が使われ、内部は金を基調とした豪華な装飾が施されており、一部の報道では建設費が10億ドルを超えた可能性もあるとされる。特筆すべきはイスラムの聖句と並んでニヤゾフ自身の著書ルフナーマの一節が壁に刻まれている点だ。このため宗教施設でありながら国家権力や個人崇拝の象徴としての性格が強いとも指摘されている。壮麗な外観とは対照的に訪問者は少なく、静けさが際立つ一方で、観光地であり政治的記念建築としての存在感も併せ持つモスクだ。その美と静けさの奥に漂っているのは、トルクメニスタンという国の語られざる内面なのかもしれない。真の姿を理解するにはまだ時間がかかりそうだが、それでもこの沈黙が何かを確かに物語っているように感じられる。ディアトロフ峠事件。ソビエト連邦のウラル山脈を登山していた男女9人が不可解な死を遂げた未解決事件だ。1959年、ウラル工科大学の学生が登山資格グレード3の取得を目指し、極寒のウラル山脈へと足を踏み入れた。彼らのリーダーはイーゴリ・ディアトロフ。彼を中心としたグループは全員が登山経験豊富で、過酷な気候にも耐えうる訓練を受けていた。目的地はホラート・シャフイルと呼ばれる山、マンシ族の言葉で死の山とされる場所だった。本来ならば旅の終わりに電報が大学に届くはずだったが、その連絡は来なかった。心配した大学関係者は捜索隊を結成したが、2月26日、雪に埋もれたテントが発見される。発見されたテントは調査で取り出された際、内側から切り裂かれていたという。テントから伸びる足跡は深い雪へと消えていく。テントと林の間には3人が倒れており、そこから数百メートル離れた林では暖を取ろうとした形跡があり、2体の遺体が横たわっていた。そして残りの4人は林から数十メートル先の小川のある崖で見つかった。積雪の中、なぜか薄着のまま発見された者もおり、足元も裸足に近かったという。中には頭蓋骨の骨折、肋骨の損傷、眼球や舌を失った遺体も存在し、野生動物の影響や腐敗の進行という見解もあるが、真相は凍てつく静寂の中に封じられている。発見された衣服の一部からは通常では考えられない放射線が検出された。この放射線量は自然界の2倍程度で、なぜ雪山で放射性物質の痕跡が残っているのか。それは自然由来ではなく、明確に人為的な何かを想起させた。専門家の一部はそれが都市部でも見られる程度のものだと語る。だが山奥の雪原にその痕跡が残っていたという事実が何よりも奇妙だった。彼らは互いの服を交換していた形跡もある。寒さに耐えるためか、それとも別の理由か。そしてオレンジ色に変色した皮膚と白くなった髪、太陽にさらされ続けた結果だという説もあるが、
それだけの理由で説明が果たしてつくのだろうか。テント内に残されていたカメラには、事件直前に撮影されたとされる謎の写真があった。通称フレーム34と呼ばれるカメラの最後のコマには、夜空に浮かぶ光の軌跡が映っている。この謎の光に関しては、地元の満氏族が空に光る玉を見たと証言しており、話す内容とも一致していた。偶然だったのか、それとも彼らは何かを目撃してしまったのか。彼らが持っていた必要以上の数のカメラ。それは登山の記録ではなく、記録しなければならない何かを追っていたのではないだろうか。2020年、ロシア当局は雪崩による事故が公式な死因だと発表した。しかしこの説には多くの疑問が残る。まず、テントを内側から切って逃げる必要があったのかという点。通常の雪崩であれば、テントごと押し流されるか、外側から潰されるはずだ。発見時、テントは雪で埋まってはいたものの、内側からの破損以外は見られず、足跡も残っており、テントの横に立てられていたスキー用具もそのままだった。さらに、雪崩は傾斜30度以上で発生することが多く、この一帯は傾斜15度で雪崩の起こりやすい地域ではないという主張がある。そして、致命傷を負った者が4人もいたにもかかわらず、彼らの外傷には表皮の破れが少なかった。どうだろう。君はこれを本当に雪崩だけで説明できると思うだろうか。この事件をさらに不気味にしているのが、遺体発見の時期とその状態だ。最初の5人が見つかったのは2月末だが、残る4人は3ヶ月後、雪解けが進んだ5月に谷の底でようやく発見された。彼らの遺体は自然にできたものではなく、意図的に掘られた雪洞の中に身を寄せ合うようにして倒れており、組織的かつ切迫した行動の痕跡が感じられた。内部には木の枝が敷かれ、まるで寒さをしのぐための避難所のようだったという。彼らが着ていた衣類の一部はすでに死亡していた仲間のものであり、寒さをしのぐために共有した可能性があるとされる。しかしその一方で、不自然な形で剥ぎ取られた跡も確認されており、死亡後に取り外されたのではないかという見解もある。そしてもう一つ不可解なのは、事件後のソ連当局の対応だ。事故とされたにもかかわらず、調査資料は長年封印され、関係者による証言も制限されたままだった。当時の地図を確認すると、現場付近は軍の飛行試験ルートと重なっており、同時期にミサイルや航空兵器の極秘実験が実施されていたという記録もある。加えて、彼らが所持していた異常な数の撮影機材にも注目が集まった。通常の登山にしては過剰な量であり、一部では何かを記録するための任務だったのではとする説もある。ウラル山脈で一体何が起きたのか。テントの内側から切られた裂け目、装備を持たず雪原を歩いた痕跡、損傷の激しい遺体。それらは通常の遭難とは異なる不気味な違和感を残している。衣服に残された放射線、変色した皮膚、白くなった髪。登山では説明しきれない要素の数々は何らかの人為的要因を思わせる。そして最後に撮られた空の光。彼らは何かを見ていたのではないだろうか。現場周辺で軍の飛行試験や実験が行われていたことから、彼らは自然ではない何かから身を隠そうとしていたのかもしれない。数々の矛盾と沈黙。それは偶然ではなく、何かを覆い隠す意図の結果ではないだろうか。ヒンターカイフェック事件という言葉を聞いたことがあるだろうか。小さな農場で起こったこの事件は、歴史上でも最も不気味で解決されていない謎の一つとして知られており、この事件には数々の怪現象、怖い噂、そして誰も解き明かせなかったミステリーが絡みついている。舞台となったのは1922年のバイエルン州にある農場、通称ヒンターカイフェック。当時この場所にはグルーバー家が住んでいた。父のアンドレアス、母のツェツィーリア、娘のビクトリア、そして孫のツェツィーリア・ガブリエルとヨーゼフ・ガブリエルだ。それに加え、家族のために働くメイドが一人いた。ところが、この平和なはずの家族は、ある日突然、全員が何者かに惨殺されてしまう。
その手口があまりにも異常で、しかも解決されないまま現在に至っているのだ。それではこの事件がどれほど不気味で人々を震え上がらせたのか、一緒に掘り下げていこう。事件の数週間前、グルーバー家では妙なことが次々と起こり始めた。例えば屋根裏から奇妙な足音が聞こえたり、家族が誰も使った覚えのない鍵がなくなったりしたんだ。さらに奇妙なのは、家族の一人アンドリアスが雪の上に奇妙な足音を見つけたという話だ。その足跡は森から農場に向かっているのに戻る足跡がなかったという。誰かが農場に侵入したのか、それとも何かもっと不可解な存在が関わっているのだろうか。アンドリアスは当初この足跡について家族や近隣住民に話したものの、誰かのいたずらだろうと片付けられた。しかし彼は納得できず、自ら農場を見回るようになった。その結果、家畜小屋で妙に片付けられた藁や不自然に動かされた農具を発見したという。ここで一つ考えてみてほしい。もし君がこの家に住んでいたら、こうした異常をどう受け止めるだろうか。単なる偶然だと笑い飛ばすか、それとも本気で恐れるか。事件の直前、グルーバー家は新しいメイドを雇った。実はその理由も気になるところだ。前任のメイドがこの家には幽霊が出ると言って辞めてしまったからだ。前任のメイドによると、彼女は何度も人の気配を感じ、夜中に目を覚ますと遠くで何かが囁くような音を聞いたと言っている。その囁きは特定の言葉には聞こえないが、誰かが低い声で語りかけてくるようだったという。新しいメイドが来たのは事件の4日前だった。君はどう思う？前任のメイドの話を信じるか、それとも偶然だと思うか。1922年3月31日。この日はグルーバー家にとって最後の日となった。犯人は納屋に誘い出し、ピッケルのような凶器を使って命を奪っていった。その後、家の中に残っていたメイドと幼い子供たちも同じ方法で命を奪われたんだ。さらに驚くべきは犯行後の犯人の行動だ。犯人は家族の遺体を藁で覆い隠し、その後数日間にわたって農場に留まり続けた。証拠として事件発覚後に隣人たちが煙突から煙が上がっていた、家畜の鳴き声が聞こえたと証言している。奇妙なのはこの事件が発覚したのが4日後だったということだ。その間、犯人は農場に留まり、家畜の世話をしたり食事をとったりしていたという証拠が残されている。冷蔵庫にあったパンや肉が減っていたことも確認されている。この堂々と犯行現場に居座る犯人の行動に恐怖を感じてしまう。この行動に何か目的があったのだろうか。警察の捜査が始まったものの、犯人を特定することはできなかった。家族全員が消された理由や、その背後にある動機も謎のままだ。その中で有力視されたのが、隣人ローレンツ・シュリッテンバウアー。彼は発見者であるにもかかわらず、現場で奇妙な行動をとっていたんだ。例えば、施錠されていたはずの家の鍵を開けたことや、犯行を匂わせるような発言をしたことなどが挙げられる。捜査中、警察は娘のビクトリアの生活にも注目した。近隣住民の中には、ビクトリアが村の教会に大金を寄付したという話をする者もいた。その大金が一体どこから来たのか。また、彼女は未亡人でありながら、地元の男性や、さらには父親のアンドレアスとの近親相関の疑惑も浮上していた。この家族関係の歪みが外部の人間を巻き込んで事件につながった可能性も考えられる。君はどの説が最もあり得ると思う？それとももっと別の可能性を考えるべきだろうか。この事件には実に多くの噂やオカルト的な解釈がつきまとっている。例えば、屋根裏に住み着いた幽霊が家族の命を奪ったというものや、森の中に潜む何か超常的な存在が関わっているという話だ。さらには、犯人が実は家族の一員で、犯行後も何事もなかったかのように村に戻ったという話もある。また付近を訪れた人々が奇妙な声を聞いた、寒気を感じたといった体験を語っているのも、この事件の不気味さを増幅させている。オカルト好きの間では、農場の土地そのものが呪われている
という説も根強い。この土地には昔魔女狩りの犠牲者が葬られたという噂もあり、その呪いが家族に降りかかったのではないかと語られている。また農場の建物にまつわる言い伝えもある。例えば家族が住む前、この地で別の一家が不幸な事故に巻き込まれたという話だ。その影響が現在まで続いているのではないかという推測もある。タマムシュット事件。この事件はオーストラリア史上最も奇妙な身元不明事件だ。今回君に語るこの事件はただの身元不明事件ではない。この遺体は通称ソマートンマンと呼ばれており、外傷はなく毒物も検出されず、誰も彼を知らない。にもかかわらず、そこには刺繍の切れ端、謎の暗号、沈黙する関係者。一見事故のようにも見えるこの物語の裏には、70年以上封じられてきた真実が潜んでいた。そして全ての始まりは、静かな浜辺に横たわる男性の遺体から始まる。1948年12月1日、南オーストラリア州アデレード、ソマートンパークの海岸。早朝、トレーニング中の見習い騎手が浜辺に横たわる男の遺体を発見する。その遺体は整ったスーツ姿で、争った痕跡もなく、周りに足跡すらなかった。誰にも見つからないことを望んでいたかのような不思議な静けさが漂う。死後硬直はすでに始まっており、警察が到着した時にはすでに完全な死が訪れていた。服装は整ったスーツ姿だったが、全ての衣類からタグが切り取られていた。ポケットには櫛、ガム、マッチ、複数の銘柄が混在したタバコ、未使用の鉄道切符と使用済みのバスの乗車券もあった。彼がどこへ行こうとしていたのか、その答えは何一つ残されていなかった。死因は毒物か液体に溶ける性質の睡眠薬の可能性を疑ったが、検視の結果、遺体に外傷も毒物も検出されず、どちらも断定には至らなかった。驚いたのは、彼のふくらはぎは極端に発達し、足の指は内側に向かって重なっていた。これはバレエダンサーや尖った靴を長年履き続けた人に見られる特有の形状だという。さらに近隣住民の目撃証言も残されている。事件前日の夕方、男が一度だけ右腕を上げたのを見たというカップル。別の目撃者は、彼は蚊が周りを飛んでいても払おうともしなかったと語った。死の苦しみも混乱の形跡もない異様なまでの静けさ。それはまるで誰かが完璧な死を演出したかのような光景だ。半年後、遺体のズボンの隠しポケットから小さな紙切れが見つかった。そこに書かれていたのはタマムシュッド、すべてが終わったという意味だ。これは12世紀の詩人ウマル・ハイヤームの詩集ルバイヤートの最後の一節。この紙切れと一致する詩集がある男性から警察に提出された。本の最後のページは破り取られており、裏表紙には50文字の謎の暗号と2つの電話番号が記されていた。まず5行にわたる謎の暗号、2行目の取り消し線は書き損じとされ、暗号の可能性が浮上した。専門家も解読には至らず、国防省の結論は精神的動揺から反射的に書かれた無意味なものかもしれず、満足な答えは出せないだろうとした。そして詩集に記載されていた電話番号は、遺体発見現場から400メートルほど離れた場所に住むトムソン夫人という元看護師のものであるということが分かった。その女性の証言では、彼女がそのルバイヤートを過去に所有していたが、1945年にアルフレッド・ボクソールという名の中尉にシドニーのホテルで渡したという。警察は一時、遺体はボクソールのものであると考えたが、彼はシドニーで健在であり、ルバイヤートの詩集もまだ所持していることが分かった。
ボクソールは自分と遺体の男性との関係について全く心当たりがないと述べている。トムソン夫人はボクソールとの関係を公にしたがらなかったそうだが、ルバイヤートの詩集を渡した経緯も気になるところだ。ルバイヤートに込められた人生の儚さや終焉のテーマはソマートンマンの最後と不気味に重なる。これは彼の意思だったのか、それとも誰かが死を演出したのか。この事件の中でトムソン夫人の怪しげな言動も注目されている。事情聴取の際、警察が家を訪ねると彼女は知らない人ですと冷静な口ぶりだったが、その表情には悲しみがにじみ出ていた。また彼女は男の石膏像を見るとまるで何かを思い出したかのようにすぐに目をそらしたそうだ。そして彼女の過去にあった不可解な要素が次々と浮上する。2013年にトムソン夫人の娘ケイトがテレビ番組に出演した際、インタビューでこう証言している。母は警察の取り調べでは嘘をついていたと言っていた。ソマートンマンが誰かは警察よりももっと上の人間なら分かっている。母は移民に英語を教えており、ロシア語も話せたが、その習得経緯については明かさなかった。この証言からトムソン夫人はスパイだったのではないかという説が浮上している。果たして彼女はスパイだったのか。そしてソマートンマンも同じスパイで任務に加わっていたとしたら。しかし70年以上解けなかった謎についに科学が答えを出した。DNA 解析や4000人以上の家系図の調査を経て、ソマートンマンの正体はカール・ウェッブという男性である可能性が高いという結果が出た。カールは1905年生まれ、ビクトリア州出身の電気技師。1947年にカールの妻ドロシー・ロバートソンが夫が姿を消したので離婚したいと裁判所に訴えたのを最後に、カールは公の記録から姿を消している。妻はその後、遺体が発見された場所からかなり近い地域に引っ越していたことから、カールが彼女を探すためにこの州に来たのかもしれないと推測されている。彼の持ち物に記されていた T キーンという名前は偽計のものである可能性が高く、衣類のタグも切り取られていた。まるで過去を消そうとしていたかのように。だが彼がなぜソマートンビーチを訪れ、この場所を最後の場所としたのか、その本当の理由は未だ不明のままである。旅に出るとき、君はどんな期待を抱くだろう。新しい場所での冒険、出会い、そして忘れられない思い出。エリサラム事件。この事件はそんな期待を裏切るものだ。今日は一緒にこの奇妙な映像と事件の深みに飛び込んでいこう。2013年1月、カナダ出身の21歳の大学生エリサラムがアメリカ・ロサンゼルスを訪れた。この旅行は彼女にとって特別なもので、初めての一人旅だったらしい。だが旅の最中、彼女は忽然と姿を消した。そして約3週間後、彼女は泊まっていたセシルホテルの屋上にある貯水タンクの中で遺体として発見されたんだ。この事件は単なる失踪や事故では説明がつかない不可解な要素に満ちている。君も一度はネットでエリサラム事件の映像を見たことがあるかもしれない。エレベーター内で彼女が不思議な動きをする姿は見る人に強い恐怖心と疑問を残す。今日はその映像を中心に事件の詳細、奇妙な噂、そして未解明の謎について深掘りしていこう。エリサが最後に宿泊していたセシルホテル。このホテルはただの古い建物ではなく、数多くの暗い出来事が蓄積された場所だ。このホテルについて話すとき、まず知っておいてほしいのは、ここが一度犯罪の巣窟と化していたことだ。1927年に開業した当初、このホテルは高級な旅行者やビジネスマン向けの宿泊施設としてスタートした。しかし1930年代の大恐慌以降、セシルホテルの周辺地域は治安が悪化し、安宿として使われるようになった。これにより様々な犯罪や奇妙な出来事が頻発するようになったんだ。1980年代にかけては連続殺人犯のリチャード・ラミレスがここを一時的に住処にしていたことも明らかになっている。さらに奇妙なのは、1990年代には別の連続殺人犯であるジャック・ウンターベガーも宿泊していたことだ。
これだけ聞いてもこのホテルが単なる場所ではないと感じるだろう。エリサの再起の姿が捉えられたエレベーターの監視カメラ映像。この映像は多くの人々に強烈な印象を与え、今なお議論の的となっている。映像には彼女がエレベーターのボタンを複数回押す様子が映っている。でもエレベーターは動かない。彼女は焦ったように周囲を見渡し、ドアの外を覗き込む。その後、彼女は外に出て両手を奇妙に動かし、まるで誰かと話しているかのような仕草を見せる。最も不気味なのは、エレベーターのドアがずっと開いたままで閉まる気配が全くないことだ。君ならどう思う？ただの機械トラブルだろうか、それとも彼女が見ていた何かが原因なのだろうか。この映像についていくつかの仮説がある。一部の人は彼女が何かに怯えていたと考えている。例えば誰かに追われていた可能性だ。しかし映像には彼女以外の人間は映っていない。彼女は見えない何かを見ていたのだろうか。事件がさらに謎めいているのはエリサが発見された場所だ。彼女はホテルの屋上にある巨大な貯水タンクの中で見つかった。しかしこの屋上にアクセスするのは容易ではない。まず屋上へのドアにはセキュリティアラームが設置されており、このアラームが鳴らなかったことは確認されている。また屋上に登るためには従業員専用の鍵が必要で、貯水タンクの蓋を開けるには力がいると言われているが、なぜ女性の力で開けられたのかは謎のままだ。ここで疑問が浮かぶ。彼女は一体どうやってそこにたどり着いたのだろう。彼女自身の意思だったのか、それとも誰かが手引きしたのか。エリサラム事件がネットで広まる中、様々な噂やミステリーが生まれた。特に注目されたのがエレベーターゲームという韓国初の儀式だ。このゲームでは特定の順番でエレベーターのボタンを押すことで異世界に行けるとされている。映像の中でエリサが押したボタンの順序がこのエレベーターゲームの手順に似ているという指摘がある。もちろんこれが真実かどうかはわからない。だが彼女の動きが奇妙すぎることから超常現象に結びつける人が後を絶たない。その中でこの事件にはいくつかの考察が浮かび上がってくる。まずエリサが双極性障害を抱えていたことが事件の鍵を握っていると考えられる。彼女は処方された薬を飲んでいたが不十分な量だった。その影響で精神的に不安定な状況に陥っていた可能性が高い。エレベーター内の不可解な動きや見えない何かと対話しているような仕草は幻覚や妄想が原因だったのかもしれない。でもこれだけでは納得がいかない部分もある。精神的に混乱しているとはいえ、屋上へのアクセスは普通では考えられないほど困難だ。精神疾患だけで彼女が屋上の貯水タンクにたどり着き、そこに入るという行動が説明できるだろうか。ここに他者の関与や未知の要因が絡んでいる可能性がある。映像について私は疑問を持っているんだ。編集された可能性があるという指摘があるが、それを考えると何らかの隠蔽が行われたのではないかと思う。エリサが何かを目撃してしまった、もしくは事件に巻き込まれたのではないかという仮説が浮かぶ。例えばセシルホテルの従業員や宿泊客の中に何か後ろ暗い事情を抱えた人物がいた可能性はどうだろう。彼女が偶然その人物とトラブルになり命を奪われたとしたらどう思う。編集された映像が公開された理由はその痕跡を隠すためだったのかもしれない。最もシンプルに考えるならこの事件は偶然と不運の積み重ねだったのかもしれない。精神的に不安定だったエリサがエレベーターでパニック状態に陥り、正しい判断ができない状態で屋上へと迷い込んでしまった。そこに他者の関与があったとすれば全てがつながる気もするんだ。そしてもう一つ無視できないのはセシルホテルそのものだ。このホテルは犯罪や不吉なことが繰り返し起きる特別な場所として知られている。私はある種の負のエネルギーがここには存在しているのではないかと考えている。科学的に証明することは難しいが、こうした場所には人間の行動や精神状態に影響を与える何かがあるのかもしれない。ランダムな座標を生成し、ユーザーを冒険へと誘うアプリ。
ランドノーティカ。だが、その先々で不気味な出来事が起きると SNS 上で話題となった。今回はその中でも特に奇妙な体験談を紹介していこう。ある TikTok ユーザーがランドノーティカに友人の名前をキーワードに設定し、目的地へと出発した。アプリの座標が示したのは廃工場跡。敷地には白い壁の朽ち果てた建物が広がっている。そこを進むと一つのグラフィティアートが描かれていた。そしてその壁に近づいた友人は息を飲む。そこにはなんとアプリに設定した友人の顔が描かれていたのだ。偶然にしてはあまりに不気味で、しかもその壁画は最近描かれたようにも見える。一体誰がどのような意図で描いたのだろうか。投稿には偶然とは思えない、本当に導かれたのではといった驚きのコメントが数多く寄せられている。次は死というキーワードを設定し、ランドノーティカを起動したユーザーの投稿だ。アプリが示したのは町外れの森の奥地だった。もちろん人気はなく、荒れた道を車で進んでいく。指定の場所に到着し、車から降りた投稿者たちは不安を抱えながらもそのまま森の中へと進んでいった。少し進むと開けた場所に地面へ沈み込んだ小さな木造の小屋を見つけた。崩れた屋根、歪んだ柱、長い年月を経て土に埋もれたような姿。最初は倒壊した古い廃屋かと思われたが、後にそれがスピリットハウスだと判明した。スピリットハウスとはネイティブアメリカンの一部の部族が墓の上に建てる小さな祠で、亡くなった魂が次の世界へ旅立つまでの安らぎの場とされている。設定したキーワードとあまりにもその場所が合致していたため、投稿者たちは気味の悪さを感じていた。これは偶然だったのか、もしくは何かに導かれたのだろうか。男女2人がアプリの指定地点の近くに車を止め、辺りの様子をしばらく伺っていた。閑静な住宅街で周囲には人の気配がない。しばらくして赤いシャツと白いシャツの2人の男性が車の後方からゆっくりと近づいてくるのが見えた。歩き方は自然で通りすがりにしか見えない。だがバックモニターを見た瞬間、異変に気づく。肉眼では2人が見えているのに、モニターを何度見直しても映らないのだ。2人の歩行者だけが抜け落ちたように存在しない。何度見返しても結果は同じ。目の前には2人がいる。だがバックモニターには映っていない。 SNS の映像はここで終わっていた。もしこの現象を理由で説明できたとしても、その場で感じた違和感は消えない。君ならこれを故障と片付けるか、もしくは何かのサインだと受け取るだろうか。ある青年が友人と共に車で街を走っていた。2人はランドノーティカを起動して心霊というキーワードをもとに目的地へと向かう。アプリが示した座標へ向かうと、そこには一人の老人が立っていた。こちらに気づき、ゆっくりと車に近づいてくる老人。老人は座席の横に来て何かを伝えるような表情をしていたが、何も言わずにゆっくりと去っていった。無言のままどこかへ向かおうとするその姿は異様な静けさをまとっていた。車内の2人は息を飲み、そのまま何も言わずに走り去った。この映像を SNS に投稿すると、コメント欄は騒然となった。この老人、他のランドノーティカの動画にも出ている。同じ服、同じ仕草だった。これは偶然の一致なのか。中には彼を迷える魂と呼ぶ者も現れた。アプリが人々を導き、この男を救おうとしているのではないか。そんな憶測まで生まれたのだ。彼の素性は今も不明のままだ。机の上に奇妙な道具を準備し始める女性。ぬいぐるみの中身を抜き、
そこに米や自分に由来する痕跡を詰め、赤い糸で縫い合わせる。彼女は無言のまま決められた手順を淡々となぞっていく。これはやってはいけない儀式と呼ばれる都市伝説、一人かくれんぼ。人間やぬいぐるみに名前をつけて鬼ごっこをする恒例術とされている。2007年にネット掲示板へ投稿された手順をきっかけに検証動画や実践ブログが拡散。今では見たら消える、やると戻ってこられないなどと噂され、 SNS でも検索される人気ワードとなっている。彼女もそんな動画をある夜ふと目にした。完璧に儀式をこなせば見えない何かが現れる。誰かが自分を見つけてくれるなら、たとえ作り話でも構わなかった。午前3時、ぬいぐるみに名前をつける。ぬいぐるみの名前は太郎。最初の鬼は綾香、最初の鬼は綾香、最初の鬼は綾香。3回そうつぶやいた彼女は浴室に向かい、水を張った浴槽にぬいぐるみを入れ、塩水のボトルは後に隠れるクローゼットの中に置いておく。そして室内の照明はすべて消し、テレビを砂嵐状態にする。暗闇の中で彼女は静かに目を閉じて10秒数える。太郎、見つけた。そう言いながらぬいぐるみに歯をあてがい、儀式を行う。次は太郎が鬼、次は太郎が鬼、次は太郎が鬼。再び3回つぶやいた彼女は押し入れに向かい、自らが置いた塩水のそばに身を潜めた。まるで悪ふざけのように思えるこの儀式だが、確かに何かが動き始めた気がした。静寂に耳が慣れ、感覚が研ぎ澄まされている。テレビのノイズだろうか。廊下側から何かが聞こえてくる。彼女は全神経を耳に集中した。床板がきしむような音が少しずつ近づいてくるのを確かに感じる。明らかに自分以外の何かがこの部屋の中を歩いている。しかもその足音はまっすぐクローゼットの前へと向かっていた。緊張で汗が止まらず喉が渇いていく。彼女はただ強く念じた。見つからないで、お願いだから。それは明らかに部屋にいる何かがこちらに気づいているようだった。静寂の中、クローゼットの前で足音が止まった。彼女は覚悟を決めて必死に手にした塩水を口に含む。そしてクローゼットから外へと飛び出した。浴槽に到着した彼女は震える手でぬいぐるみに塩水をかけ、口に含んだ分を吐きかけながら唱える。私の勝ち、私の勝ち、私の勝ち。その瞬間、テレビのノイズ、床のきしみ、人の気配もまるで嘘だったかのように消え、全てが止まった。あの夜、彼女の身に何が起きたのか。真相を知る者はいない。だが、一人かくれんぼの手順の一つ一つには、隠された意味があるとも言われている。これからその隠された意味を解説していこう。ちなみに、この儀式はあくまでネット上に伝わる都市伝説であり、実践は決して推奨されていない。それでも多くの人々が引きつけられ、語り継がれてきた背景には、人間が本能的に感じる恐怖とつながっているのかもしれない。例えば、ぬいぐるみに詰められる米は、仏教では死者への供物とされるもの。そして赤い糸は、血管や内臓、あるいは呪いにおける絆を表すとされる。つまりあの儀式で作られたぬいぐるみは、ただの人形ではない。何かが入り込むための器として完成してしまったのだ。また、儀式を始める時間が午前3時という点も見逃せない。日本で牛の刻とされていたこの時間帯は、死者や霊的存在が最も活動しやすいとされており、特に西洋圏ではこの付近の時間を魔女の時間とまで呼んでいる。さらに、室内に映し出されるテレビの砂嵐、アナログ放送時代のホワイトノイズは、霊的なものが映り込む媒体とされ、視聴者の無意識に働きかける不安と恐怖を増幅させる。映像が曖昧だからこそ見る者は
何かがそこにいるのかもしれないと思い込み作り出してしまうのだ。そしてこの儀式が一人で行われるという点にも意味がある。複数人で行えばそれはただの遊びに変わってしまう。だが一人きりの状態こそが想像と現実の境界を曖昧にし、精神的な隙を生み出す。この孤独は降霊儀式において非常に重要な要素とされている。実際一人かくれんぼは日本発祥の儀式だが、今ではワンマンハイド&シークの名で英語圏やアジアでも広まり、ネット文化の中で語られている。アメリカでは地下室を使うバリエーションがあり、韓国や中国では見つかったら帰れないという禁忌性がより強調される。聖水や宗教的儀式を加えるケースもあり、文化に合わせて細部が変化している。それでも共通しているのは、無害なぬいぐるみがある瞬間から別のものへと変わるという構図だ。本来この儀式は器として使ったぬいぐるみを最後に焼却処分で終えるとされている。だが彼女はあのぬいぐるみを燃やしていなかった。それが何を意味するかはもう君にもわかるだろう。江戸の夜、行燈の明かりが揺れる中、人々は階段に耳を傾けていた。見えないものへの恐れや言い知れぬ不安が浮世絵師たちの筆によって妖怪の姿となったのだ。葛飾北斎や鳥山石燕らが描いたのは恐怖だけではない。そこには人間の感情や世の中への風刺までも映し出されている。今日はそんな浮世絵に描かれた妖怪たちを紹介しよう。君の身近な風景にも彼らが潜んでいるかもしれない。のっぺらぼう。顔に目も鼻も口もない、それがのっぺらぼうだ。人間そっくりの姿で現れ、静かに振り返る。その無表情な顔に出会った者は、恐怖のあまり声を失うという。落語や講談、本所七不思議にも登場し、逃げた者が再びのっぺらぼうに出くわす再度の怪として語られることもある。恐怖を与えるが害はなく、不気味さと民話が絶妙に重なった妖怪である。皿屋敷。1枚、2枚、3枚。夜の井戸の底から皿を数える声が聞こえる。この話は、奉公人のお菊が身に覚えのない罪を着せられて井戸に落とされ、幽霊となったと言われる怪談だ。姫路城や江戸の番町など、場所はいくつか語られているが、共通するのは10枚あるはずの皿が1枚足りないということ。お菊の亡霊は夜ごと9枚まで皿を数え、10枚目が見つからない声が響くと恐れられていた。葛飾北斎の浮世絵には、井戸から長い髪を垂らすお菊の姿が描かれている。しかもその髪の中に皿を組み込み、怨念と割れた皿を一つに重ね合わせて表現しているのだ。ただ恐怖を描くだけでなく、そこに意味を込める。それが葛飾北斎の力だ。笑い般若。笑い般若は鬼女と化した女性の妖怪だ。葛飾北斎の百物語では角と牙を持ち、不気味な笑みを浮かべながら首のようなものを手にする姿が描かれている。その手にしているものがザクロの実を思わせることから、かつて子供を奪う夜叉であった岸母神の姿を重ねたのではないかという説もある。岸母神は仏教の説話でお釈様からザクロを与えられ、子供を守る神として信仰されるようになったことでも知られている。川鍋暁斎の画集にも登場し、人の邪心が鬼を生むという教訓を示していると解釈され、長野県にも同名の妖怪伝承があるが、その詳細は不明である。小肌小平次。この作品は江戸時代に実在したとされる役者、小肌小平次を題材にしたものだ。芸は未熟だったが、幽霊のような顔立ちを理由に幽霊役を与えられ、必死に役作りを重ねた。その演技は評判を呼び、幽霊小平次とあだ名されるほどになった。だが、家庭では不幸が待っていた。妻のお塚は、足立作郎という男と密会をしていた。旅興行に出た小平次は、作郎に浅香沼で突き落とされ、命を落としたと伝えられている。しかし江戸に戻った作郎の前に、
亡くなったはずの小平次が再び姿を現した。生前あまりに幽霊役を極めていたせいか、その姿は生きている時と変わらず、かえって恐ろしさを増したという。その後も怪異は続き、作郎は恐怖に取りつかれて正気を失い、おつかもまた悲惨な再起を迎えたと語られている。舞首。鎌倉時代中期、小三太、又十郎、白五郎という3人の武士がいた。伊豆の真鶴の祭りの日、3人は酒の勢いで口論となり、やがて刀を抜いて切り合いへと発展した。争いは海へともつれ込み、水中で互いに首を切り落とすほどの激しさだった。だが首だけになっても戦いは止まらなかった。最後には小三太の首が現れ、悪五郎に襲いかかったと伝えられている。その海には怨念が残っており、夜になると3つの首が火を吹き、昼には巴模様の波を起こしたため、人々は巴ヶ淵と呼び、近づくことを避けたという。お歯黒べったり。古い社の前で美しい女性が頭を下げ静かに祈っていた。声をかけるとゆっくりと振り向いたその顔には目も鼻もなく、ただ真っ黒に染まった大きな口だけが開き、ケラケラと笑った。これは江戸時代の妖怪絵巻、絵本百物語に書かれたお歯黒べったりと呼ばれる存在だ。名前の由来は当時の既婚女性や身分の高い女性が行っていた習慣、お歯黒にある。本来は礼儀や美しさの象徴だったものが、ここでは異様な大口として誇張され、不気味さを際立たせている。その影には礼儀や信仰の影に潜む狂気が覗き、日常が恐怖に転じる危うさを示しているかのようだ。豆腐小僧。豆腐を持ち歩く小さな子供の妖怪、それが豆腐小僧。ついてくるだけで何もしない。ただただ後ろを歩くだけ。気がつけば横にいて、ニコニコ豆腐を差し出してくることもあるとか。怖がられることもなければ悪さをすることもない。そんなお人よしな姿につい笑ってしまうかもしれない。妖怪界のマスコット的存在、それが豆腐小僧だ。中に入れてくれる？1996年、アメリカテキサス州アビリーン。ある夜、地元紙の記者、ブライアン・ベセルは映画館近くの駐車場で小切手を書いていた。ふと気配を感じて顔を上げると、10代前半の少年2人が車のそばに立っていた。彼らは落ち着いた口調で話すが、どこか場違いな違和感があった。そもそも目当ての映画はすでに始まっており、話の辻褄が合わない。不審に思い、彼らの顔をよく見ると、白目のない真っ黒な瞳がじっとこちらを見つめていた。ベセルは直感的に危険を察知し、そのまま車を急発進。振り返った時、2人の姿はすでに消えていた。この出来事が黒い目の子供たちをめぐる都市伝説の出発点となった。黒い目の子供たち、ブラックアイドチルドレン、略してベックと呼ばれる謎の存在。それはただの子供ではない。彼らは一見ごく普通の子供のように現れ、年齢は6歳から16歳程度。だがその肌は青白く、どこか生気がない。そして決定的な異常は瞳にある。白目がなく、全てが漆黒。底なしの闇のようなその目に見つめられた瞬間、多くの目撃者が説明できない恐怖に襲われる。言葉遣いも不自然だ。話す言葉は抑揚がなく、まるで感情が抜け落ちているかのように平坦で機械的。彼らは家に入れてほしい、電話を貸してほしいなどと理由をつけて接触してくるが、どれもどこかぎこちなく人間らしさに欠ける。そしてこちらが招き入れるまで決して自ら踏み込んでくることはなく、あくまで許可を求めてくる。共通する報告の中で最も不気味なのは、彼らを招き入れてしまった人々が
その後に不幸や体調不良に見舞われている点だ。彼らの正体は明かされないまま、目撃談は今も世界各地から寄せられ続けている。これはただの都市伝説なのか、それとも常識の外から私たちを試しに来ている存在なのか。その他の目撃例も紹介しよう。深夜2時、自宅のドアをノックする音で目を覚ました女性がいた。ドアの前には子供の姿、青白い顔、冷たい声。だがその少年はどこか人間らしくなく、しばらく話をしていると暗がりの中で少年の目が光を反射する。しかしその目には白目がなかった。女性は本能的に危険を察知しドアを閉めた。だがノックは続く。一定の間隔でまるで機械が叩いているような無機質な音だった。やがてノックの音はピタリと止まり、外には少年の姿はなかったという。2018年、超常現象研究家リー・ブリックリーは調査中に奇妙な気配を感じ、スタッフォードシャー州の森を歩いていた。すると少し進んだ先に少女が立っていたという。少女はじっとこちらを見つめ、全く動かずに静かにそこに佇んでいた。その姿には明確な白目はなく、目全体が漆黒に染まっていた。ブリックリーが一歩踏み出そうとした瞬間、少女は跡形もなく消えた。この地では過去に少女の殺人事件があり、目撃された存在との関連が囁かれている。ブリックリーは語る。あれはただの幻影ではなかった。この森には説明のつかない扉があるように思えてならないと。黒い目の子供たち、ベックと呼ばれるこの存在にはいくつもの解釈が存在している。入れてほしいと許可を求める姿勢から吸血鬼の系譜を連想する者もいれば、異界からの使者や悪魔的存在、さらには人類を模倣し損なった地球外生命体の一種ではないかとする説もある。また報告例の急増ぶりからマスヒステリー、すなわち集団幻想と捉える見方も根強い。だがどんな仮説にも共通して現れるのがある法則だ。彼らは決してドアを自ら開けようとはせず、入れてとだけ語りかけてくる。その境界線を越えるかどうかは常に人間、君自身の判断に委ねられている。この構造には人間の自由意志そのものへの試練のような意図すら感じられる。恐怖の本質とは常に選択にあるのかもしれない。さらに注目すべきは視線の力だ。多くの目撃者があの黒い目と目を合わせた瞬間に吐き気、めまい、心拍の異常を感じたと証言している。これは単なる恐怖反応ではなく、古くから世界各地で信じられてきた視線の呪術と関係があるのかもしれない。例えば中東からヨーロッパ、アジアに至るまで邪視という信仰が存在する。これは強い嫉妬や悪意を込めた視線が他者に災いをもたらすというもので、古代ギリシャやイスラム文化圏、さらには日本の睨み返しなどにも類似の概念が見られる。視線は単なる生理的な行為ではなく、意志を通す通路と考えられてきたのだ。ベックの黒い目もまるでその現代的な象徴であるかのように、見る者の精神に侵入し、奥底に眠る不安や恐怖を暴き出す。彼らはただそこにいるだけで人の心に影を落とす存在。見るという行為そのものが呪術になっているのかもしれない。ではなぜ子供という姿なのか。それは無垢、保護すべき存在として最も人間の警戒心を緩める形。恐怖と純粋さのギャップこそが彼らの最大の武器とも言える。扉を開けるか否か、その一瞬の判断を揺るがすためにベックはあえてこの姿を選んでいるのかもしれない。そして今日もどこかで誰かのドアの前に立ち、静かにこう問いかけている。中に入れてくれる？アメリカの掲示板レディットへ一人の男が幼い頃の記憶を綴っていた。その内容は幼い頃、得体の知れない人物が突然家に現れ、家族を精神的に、そして暴力的に支配していったという。その男の名前はトミー・タフィー。まるで子供番組のマスコットのような響きだが、
家族はその存在に全てを壊されてしまう。そして彼は自らを第三の親と名乗った。1989年7月、当時マットは6歳だった。夕食の時間が近づき、父がキッチンで料理しているのをマットはダイニングテーブルに座って待っていた。父のスペンスは身体的にも精神的にも決して強い人間とは言えないタイプで、普段から母に家庭内の決定を任せることが多く、自ら進んで流れを変えるようなことはなかった。とはいえ、彼は決して頼りないわけではなく、家族のために一生懸命働き、自由な時間をいつも私たちと一緒に過ごしてくれた。母のミーガンは家の中心的な存在で、はっきりと自分の意見を言い、独立心が強く、家族を深く愛していた。父の控えめな性格と母の活発さは、見ていても明らかに相性が良く、マットと妹のステファニーもそんな両親が大好きだったという。その日の夕食は父が得意なローズマリーチキンで、空腹のマットは待ちきれずにいた。家族が全員揃い、食事をしようとしたその瞬間、玄関のドアがノックされ、その音で家族全員の動きが止まった。スペンスは不思議そうな顔をしながら玄関に向かい、マットはチキンが食べられずうんざりしながら父の後ろを追った。ドアの覗き穴から外を確認したその直後、スペンスは全身が硬直したように固まってしまった。父は青ざめた表情で動揺を隠せないままゆっくりと振り返り、家中にノックの音が響き渡っている。母は立ち上がり、不安に満ちた声で父に状況を尋ねる。母と子供たちは理解できない状況の中、ゆっくりとドアを開き、一人の男が家に入ってきた。その男は、久しぶりだね、スペンス、と挨拶をした。トミーと名乗るその男は、毛穴もシミもなく、プラスチックのような無機質な肌を持ち、まるで人間のようで人間でなかった。青く光る瞳に完璧すぎる作り物の笑顔、ぎこちなく乾いた笑いを繰り返す。トミーは何とも言えない笑みを浮かべながら、両親たちに向かって手を差し出した。その瞬間、マットは幼いながらも感じていた。この奇妙な訪問者が自分たち家族の日常を破壊してしまう存在だということ。トミー・タフィーが家に来てから家族の生活は完全に一変してしまった。当然のように家族の一員として家に居座り始めたのだ。毎晩トミーは家族全員をリビングに集め、良い人間とはどういうものかをテーマにしたミーティングをさせた。マットは両親の表情や行動からこの行為が異様なものということは分かっていたようだ。また両親は子供たちにトミーのことは絶対に外では口にしてはいけないと強く言い渡した。家の外ではトミーは存在しないことになっていたのだ。子供たちも理由はよくわからなかったが、このルールを忠実に守っていた。そしてこうした奇妙な生活が数ヶ月ほど続いた。その頃になると最初に感じていた恐怖は次第に薄れ、トミーがいる日常になり始めていた。しかし母は違った。彼女は徐々に精神的な限界を迎えようとしていた。そしてある日、ついにその限界を超え、最初の大きな事件へ発展してしまう。事件が起きたのはある平日の夕方だった。妹のステファニーはいつも通りバレエダンスの練習をしていた。だがその日だけは何かがおかしかった。妹の背後に突然トミー・タフィーが現れたのだ。トミーは何も言わず妹の体に手を伸ばしながらゆっくりと歩み寄った。その動きは不自然で、愛情のようなものはみじんも感じられなかった。その様子を見ていた母は激しい怒りをあらわにする。母の鋭い声が空気を裂き、部屋全体を一変させた。するとトミーは無表情のまま母をつかみ、無言で地下室のある部屋へと引きずっていった。母の叫び声を聞いて駆けつけたマットは、その異様な声を前にただ立ち尽くすことしかできなかった。しばらくして家中に響き渡ったのは母の悲鳴だった。それは単なる叫び声ではない。恐怖と痛みが混ざり、聞いているだけで心を締め付けられるような絶叫だった。その日を境に母は変わってしまった。かつての明るさも強さも失われ、完全にトミーの言いなりになってしまったのだ。
地下室で何があったのか、それを知る者は誰もいなかった。しばらくしてトミーの存在は時間とともに家族の生活に深く染みついていった。彼は常に家の中にいて、誰よりも静かで誰よりも恐ろしい存在だった。時々トミーは何かを試すように一緒に歌を歌ったり、マットと妹の体に必要以上に触れたりと過剰に接してきたこともあったという。ある夜、父は泣きながら妹の部屋の前に座っていた。妹の部屋からはすすり泣く声が聞こえ、父は誰かに負わされたような怪我をしている。そしてマットに気づいた父はこう言った。大人になっても子供を作っちゃダメだ。奴は子供がいる家にやってくる。その目には泣き晴らした後と消えない恐怖が滲んでいた。家族があの男に壊されてしまう。そう思うとマットは夜も眠ることができなかった。この一家の中に刻まれたのはただ一つ。家族とはトミーが決めるものという歪んだルールだった。1994年7月、トミーが来てから5年目のその日、トミーは突然姿を消した。マットは家中を走り回って探したが、物音一つ聞こえず、影も形も見当たらない。静まり返った家の中は不気味なほど穏やかだったのを覚えている。どこかへと帰ったのか、それともこの家のどこかにまだ潜んでいるのか、答えは今もわからないままだ。マットは父の忠告を胸に刻み、33歳になった今も未婚で子供を持っていない。トミーが再び現れるのを恐れて、人生を犠牲にしてまで注意深く生きてきた。そして彼は嬉しくも悲しい複雑な感情を胸にすることになる。妹のステファニーが双子を出産した。幸せの裏に潜む侵略者、トミー・タフィー。彼は今もどこかで子供たちの誕生を待っている。生命が生まれたその日から彼の訪問が決定しているとしたら、次に彼が訪れるのは君の家かもしれない。次回もまた世界に潜む謎を解き明かしに行こう。それではまた。